鼻ほじりを1日9回はしちゃう。藤井風さんはこんなコメントが飛び出すほど、英語のインタビューの方が思ってることがストレートに言葉になっている。リラックスしていて自然体と評判の英語でのインタビューを Google 翻訳ではないナチュラルな日本語翻訳でお届けします。今回は2025年9月、米国のカルチャーサイトミックスドフィーリングスで行われたユニークな Q&A 形式のインタビューをお届けします。藤井風さんの人となりに迫る質問に対し、鼻ほじりを1日9回はしちゃうといったお茶目な回答や、ドラッグなしでハイになれる、オレンジジュースが好きといった飾らない発言が飛び出します。さらに、子供の頃の自分を表すエピソードはとの問いには、滑り台の下でクローバーを食べてたとユーモラスに答えるなど、終始ざっくばらんな雰囲気です。記事タイトルも、藤井風はこの惑星の人間じゃない。でも自分の葬式では祭りを流してほしいらしいというもので、藤井風さんの不思議な魅力を引き出した内容になっています。この動画は家事や通勤の合間にラジオのように聞くこともできます。また本編に入る前にいいねとチャンネル登録をいただけるととても感謝感激です。応援よろしくお願いいたします。それではインタビュー本編をどうぞ。レベル1、会話で触れてもらえると嬉しい話題は期待はしません。でも無言のハグならするかも。静けさって好きなんです。あなたにも静けさを味わってほしい。ただ、話題で言えば音楽の話が大好き。まず、普段どんな音楽を聴くの？って聞きます。僕は今、サブリナ・カーペンター、去年のショート N スイート、特にグッド・グレイシズが好き。名曲、アルバムもずっと R&B のムードで最高です。人からよく言われる。あなたの長所は？ハイになるのに、ドラッグも草もいらない。お酒も飲まない。味が苦くて好きになれないんだ。代わりにオレンジジュースかアップルジュース、ずっとハイでいられる。自覚していてやめられたらいいのにと思う。悪い癖は1日9回は鼻をほじりたくなる。練馬地角の小さな店があなたの名前でメニューを作るなら？具体的にピースフルビーガンプロテインクッキー、バニラ味で自分を分かってもらえたと感じる曲を一つ。3枚目の表題曲、プリマ、霊的にどやってる感じ、わかるかな？ヒップホップの匂いもあって、すごくポジティブで力強いメッセージがある。世の中で過小評価されていると思うものはスピリチュアルであること。日本ではあまりスピリチュアルな人を見かけない。でも僕の人生ではとても大事。朝起きたら瞑想して自分を励ます言葉をかける。そうすると地に足がつく。祈りやスピリチュアリティがなければ今日こうしてこのインタビューをしていることもできなかったと思う。考えると怖いくらい。レベル2、自分を落ち着かせたい時に見る映画やドラマは、そういう一本はまだ見つけられてない。その代わりジャズと R&B をたくさん聴く。ジュリー・ロンドンやチェット・ベイカー、すごく癒されるジャズ R&B は90年代なら何でも。トニー・ブラクストン、アリーやボーイズ2メン、マライア・キャリー、いつでも聴いている。問題もあるけど大好きなアーティストや俳優は存命個人どちらでも。アミー・ワインハウスかな。生涯は本当に悲劇的だけど彼女の音楽が大好き。最初にどっぷりハマったファンダムはグエン・ステファニーに恋してた。あの不思議な空気感、変わった音楽、そしてスワッグ。ソロ1作目の後2作目のスイートエスケープ。姉が CD を持っていて、これは一体どんな音楽？ってぶっ飛んだ。お気に入りはクール。史上最高の MV の一つだと思う。最近徹底調査してから買ったものは多分白米10キロ。日本はお米が高くなっているから両親に送った。住んでみたい架空の世界とその理由。千と千尋の神隠し。子供の頃はすごく怖かったけどどうしようもなく惹かれる不思議な魅力がある。家にあっていつも説明が必要になる変なものは
僕の鼻ほじりかな。レベル3、子供の頃の自分を説明するときに話すエピソードは、滑り台の下に生えているクローバーを食べてた。理由はわからない。ちょっと酸っぱくて好きだった。菜食主義者だったわけじゃないけど、かなり自由奔放な子供だったね。ささやかな地獄と本物の天国を教えて。地獄は SNS で時間を無駄にすること。最悪の気分。天国は僕はいい子。両親が幸せそうにしているのを見るのが天国。一番ぶっ飛んだ対処法は多分おなら。ストレスもネガティブさもまとめて解放する。理由はないけど大嫌いなものを一つ。パクチーコリアンダー。嫌いというより味が理解できないんだ。パーティーからどうやって抜け出す？電話がかかってきたふり。すみません。完全に忘れてました。どうやって最後を迎えたい？真面目でもふざけても OK。瞑想している。心のままで生きたい。でも葬式ではファンキーなのを流してね。クール&ザ・ギャングのセレブレーション。アース・ウィンド・アンド・ファイアのブギー・ワンダーランド。そしてもちろん藤井風。おすすめは祭り。ここまでお送りしてきたのは藤井風さんの飾らない素顔が見える米国ミックスドフィーリングスでのユニークな Q&A 式インタビューでした。普段あまり語られない鼻ほじりのエピソードやドラッグ不要でオレンジジュースだけでハイになれるという驚きのライフスタイル。そして滑り台の下でクローバーを食べていたという自由奔放な子供時代の思い出まで、その一つ一つが音楽活動やパフォーマンスに込められた自然体の魅力を物語っています。歌手としての顔の向こう側にある祈りやスピリチュアリティを大切にする姿勢は、たとえ言葉にしづらい感情も静かな強さへと昇華させる原動力となっているのかもしれません。アミー・ワインハウスを愛し、グエン・ステファニーに心を奪われ、心地よいジャズと R&B に癒される、そんな音楽愛にあふれた日々こそが藤井風さんの創造性を支えているのですね。今回のインタビューで語られた彼の飾らない一面がどのようにステージに現れるのかも楽しみです。続いてはイギリスのカルチャー誌ワンダーランドの英語インタビュー翻訳版です。今回のインタビューが捉えたのは、英語で歌う藤井風の現在地、初の英語アルバムプリマ、至高の愛という宣言でもある作品です。その至高の愛を軸に、スタジオの遊び心から生まれたハチ公、80年代のきらめきと静かな悲しみを抱く Love Like This、原点を呼び起こした I Need You Back、そして音楽は神との対話という確信まで、TikTok のバイラルを超え、ベルリンからロンドンまでソールドアウトを重ねた今、風さんは繊細さと大胆さを半分ずつ携えて、澄んだ温かさで語ります。それでは本編をどうぞ。アルバムはキャスケットガールから始まります。あなたはこの曲を悪魔や依存、毒のある執着のメタファーとも語っていました。こういうひらめきが深い場所へ連れて行ってくれると普段から信じていますか？それとも今回は直感が曲全体を一気に形にしたのでしょうか？どっちもですね。僕のひらめきは神様からのものだと信じていて、それが正しい場所に導いてくれる。直感も同じく大事で、それも神様からのメッセージかもしれないから。I Need You Backは燃え尽きそうな気持ちとアーティストとしての火を取り戻す力の綱引きを捉えています。やめたくなる瞬間と原点を思い出す瞬間がぶつかるとき、どうやって舵を切りますか？10代の自分がどんな人になりたかったかを思い出すようにしました。あの頃は英語のポップスをたくさん聞いて、世界で活動する自分を想像していたんです。日本でのいろんなことで圧倒されて、その感覚をほとんど忘れかけていたんですよね。ハチ公では、とても日本的な象徴を忠誠や献身という普遍的なテーマにつなげています。グローバルな作品の中に日本的アイデンティティを織り込む責任を感じますか？それとももっと無意識に起きること？もっと肩の力を抜いて自然に起きることです。最初から日本語を入れようと思っていたわけじゃなくて、プロデューサーのトバイアス・ジェス・ジュニアのアイデアなんです。結果的にこの曲がそれまでの日本語曲とその先の英語曲をつなぐ橋になったと思います。Love Like Thisは神聖な愛を
80年代ニューウェーブのレンズで通した曲だと表現しています。プリマのようにスピリチュアルでタイムレスなテーマを抱えるのに、その時代のサウンドが器としてしっくりきたのはなぜでしょう。愛を表現するための器は好きなものなら何でもいいと思うんです。今回はこれまでやる機会がなかった80年代のサウンドでやってみたかった。ただそれだけですね。タイトル曲プリマは神と愛、そしてワンネスをまっすぐに歌っています。これは自分自身へのメッセージとして書いたのか、それとも今の世界が聴くべきものとして描いたのでしょうか。まずは自分を励ますために書きました。でも僕はあなたと僕を別のものとして見ていない。そういう意味でこの曲は究極のワンネスを表現しています。一等永遠とオーバーにはあなたの信仰に根ざしたしなやかな強さと同時にシンプルさもあります。信仰から来る確信と音楽を人間的で開かれたものに保つこと、そのバランスはどうとっていますか。なるべく自分を客観的に見るようにしています。人としてすごく身近でありたい。みんなの友達みたいに、そしてメロディックに、時々ジャジーに、スピリチュアルな自分もちゃんと引き上げていく。ユーではものすごく大きな宇宙観を優しく励ます歌にまで落とし込んでいます。音楽はあなたにとって教える手段ですか？それともメロディーで自分に言い聞かせ、そのプロセスを聴き手が立ち聞きする感覚に近い？まさに後者です。メロディーで自分に思い出させていて、リスナーはそのプロセスを耳にする。僕の曲はどれも自分へのリマインダーみたいなものなんです。OK。グッバイはアルバム前半のスピリチュアルな高まりの後に地に足をつける瞬間に聞こえます。あなたにとってアルバムがただの曲集ではなく旅として上下のうねりを持つことはどれくらい大切ですか？この曲たちは僕のドキュメンタリーのように感じています。精神は高く保っていたいけど、僕も人間で人生にはアップダウンがある。その弱さも今はちゃんと分かち合うことが大事だと思っています。Forever Young はガンディの生きて学ぶという言葉に触発されたそうですね。今作を作る中でより成長したのはミュージシャンとして、それとも人間として？両方。ベイビー、両方です。アーティストである限り音楽家としても人としても成長し続けたい。でも最終的に一番大事なのは人間性だと思っています。プリマを聴き終えたリスナーがたった一つだけ感情を持ち帰るとしたら何であってほしいですか？それがプリマであってほしいと思っています。それはどんなに小さなものであっても自分を超えたスピリチュアルな思考の愛、簡単に言えば優しさなのかもしれませんね。今回は藤井風さんの英語インタビューから彼のクリエイティブな情熱とスピリチュアルな一面を垣間見ることができました。サードアルバムプリマに込められた愛とワンネスのメッセージ、そしてキャスケットガール、I Need You Back、ハチ公など多彩な楽曲を通して見えた彼の成長と覚悟、リスナーとして感じ取った脆さと強さ、ユーモアと静かな祈り、それらすべてが藤井風さんが私たちに送ってくれるギフトなのですね。彼の言葉があなたの心にも小さな明かりを灯し、あなたのプリマになりますように。藤井風シリーズ次回予告。次回は世界最大級の音楽フェス、アメリカシカゴで行われたロラパルーザのステージ終了後に大汗をかいたままで受けたバックステージインタビューをお届けします。いいねとチャンネル登録をいただけると次回の動画の通知が届きますので、ぜひぜひ最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。